あれもあったら安心やろ、これもあったら安心やろみたいな。ああ、なるほど。これ持ってっといたら対応できる、あれ持ってっといたら対応できるってなんかいつもカバンパンパンなんですよ。このゴミの量って結構多い方ですか？めちゃくちゃ多いですね。全部ゴキブリの糞ですね。アクリルの色です。危ない。足元に包丁。多分ね、生首とか出てきてびっくりしたなと思うんですよ。こういう状態になったのは、何年かかけてっていう感じ。そうですね、5年くらいかけてになるんですけど、まあ、最初はもう普通の。最初普通でしたね。ただもうどんどん忙しいし、帰ってきても寝るだけやし、ゴミ捨てるのも億劫になってきて、でまあ気づいたら溜まってたみたいな感じなんですけど、うわやばいなって思った頃にもう手遅れで、お風呂とかトイレとかどうしてはった？僕はおばのところで入れてもらったりとか、前の職場は会社にシャワールームがあったんで、もうほんまに帰ってきたら寝て、もう起きて出るだけみたいな感じでした。どこで寝てはったんですか？いやもうなんか気づいたら玄関で寝たりとか。始発終点はそうですよ。ああ、そうか。そうですよね。何連勤とかですか？もう最大14連勤とか。ああ、なんで仕事辞めはったんですか？なんか体力。そうなんや。持たないと思って、もう最終的になんか帯状疱疹みたいなアレルギーみたいになって、もう背中も首も。で、まあ医者に行ってストレスですねって言われて、それって仕事辞めたら治りました？肌は。だいぶマシになりましたね。もう全然綺麗です。母はもう半分の家になってて、で祖母と一緒に生活してたみたいな感じなんですけど、祖母も家にあんまりいない人だった。家帰っても誰もいなかったですね、ちっちゃい時は。しんどい。じゃあ小さい頃からあんまり片付けとかも教えてくれる人がいなかった？そうですね。ただでも散らかしたら怒られるけど、片付け方わからへんからどうしようみたいな。その業者に対しては、本当に残念だなという気持ちと、ちょっと怒りを覚えるというか。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ綺麗になってます。何年ぶりに床見ました？完全に。何年ぶりよりも。はい。ありがとうございます。で、そうなんですよ。はい。いるもの、いらないものを、はい。その家具の中身で、このところもらって
あ、いいですよ。あ、これ入れてください。ありがとうございます。ガサッと叩きもらって。いいですか。やめちゃん、やめちゃん見て 3G。本はいつから買ってるもんですか？これだけ残しておきます。はい。これ開けたくないんですけど。見てみます。これ何ですか？絶対紙だらけになってると思うんですよ。ほら。そうですね。全部やってはったんですか？やってましたね。いつですか？いつ重症中高って言ってたんですけど。結構大会とかあるんですか？入れられたり。実は行きましたよ。お。原告だよ。置いときましょうか、とりあえずルールは。できますよね。カッパカパに。2年使わないものはもう全部はい。捨てるなり売るなり、はい。まあ、何かの方法ではい。処分してください。わかりました。まあ、極力週1回でも掃除とかしていただく時間を作っていただいて、わかりました。もうでも自分で何ともできんかったまたおかしいかもしれないですけど。片付け下手くそなんで気をつけます。今日どんどん綺麗になっていったと思うんですけど、はい。なんか気づいたことや発見とかってありました？いや、この部屋こんなに広かったやなっていうのを思いました。もう二度と散らかすもんかって思いますね、本当に。